地獄の状態でした。本当に胸なくなりますから皆さん。さすがにやりすぎだったなって。クッキー1枚持って食べれなくて泣いてました。これからダイエットを始める人に伝えたい。皆さんこんにちは、エレナです。ということで今日は私のダイエット失敗談について皆さんにお話ししようと思います。皆さんもうすぐ夏が来ますよね。これからダイエット始めるっていう方もすごく多いと思うんですけど、モデルの私が実際にダイエットをした時にこれはやらない方が良かったなみたいなことが結構たくさんあるので、今回はそれを皆さんにご紹介します。今回の動画が皆さんが安全にダイエットできるように少しでも参考になれば嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。ということで、まず私のダイエット経歴から簡単にお話ししたいと思います。まずダイエットをしようと思ったきっかけが、高校生の時にコロナになってしまって、コロナの時ってステイホームじゃないですか。だから食べる量は変わらないのに全然動かなくなって、そこで結構体重が増加してしまったんですね。そこでダイエットをしようって決めて実際に始めたのがきっかけです。そこから本当にいろんな人のダイエット情報を漁りまくりました。海外のビクトリア・シークレットモデルの食事を見てみたり、男性のトレーナーの方の動画を見てみたり、顔出ししてないインフルエンサーの食生活を真似したりと、結構いろんなことをやりました。その時にしていたダイエット方法としては、カロリー計算、縄跳び、空腹ウォーキング、朝ごはん抜き、脂質制限っていう感じのダイエットメニューを約3ヶ月やって、3ヶ月で5キロ痩せました。ダイエットって終わってもなぜかそのままどんどん体重が下がっていくんですね。なので一番低い時は167センチで41キロまで落ちてしまいました。で、私はこれをおすすめしたいのではなく、危ないよっていうことを皆さんに教えたいので、絶対に真似しないでほしいです。167センチで41キロって完全に低体重だし、本当に身の危険があるので絶対に真似しないでください。このダイエットをした後にどうなったのかっていうのをお話しします。まず脂質制限のやりすぎによって髪の毛が抜けて、ここがめちゃくちゃハゲちゃいました。で、私結構髪の毛が細いので、もともとここが白く見えやすいんですけど、それよりもさらに完全に撮影時でも目立つぐらい髪の毛が抜けてしまいました。あとは肌がカサカサになりました。それまで私乾燥肌とかなったことなかったんですけど、メイクさんにエレナちゃんの肌すごい乾燥してるって言われるようになって、すごいショックだったのを覚えてます。で、よく生理止まりましたかっていう質問をいただくんですけど、私もともとピル飲んでて生理が来ないようになっていたので、生理に特に影響はなかったです。でもピル飲んでなかったら絶対に止まってたと思います。2つ目が完全な栄養失調でした。私ダイエットしてる時に矯正をしなきゃいけなかったので、矯正のために歯を4本ぐらい抜いたんですけど、抜いた後に歯茎が戻らないっていうのが2ヶ月続きました。普通歯を抜いた後って2週間ぐらいで歯茎が上がってきて傷口が閉じる仕組みになってるんですけど、本当に治らなくて2ヶ月間ずっと歯が痛いっていう地獄の状態でした。そして常に疲れてるのと眠れなかったです。常に疲労感があったっていうのは、撮影って結構体力勝負みたいなところもあって、もちろん疲れるお仕事ではあるんですけど、お仕事の前に階段を登るのがすごい疲れるとか、駅まで10分歩くのにすごい疲れるとか、とにかくずっとハーハーヒーヒー言ってて、疲れてる人って機嫌がいい人なんていないじゃないですか。だからエレナちゃんすごく機嫌が悪いとか言われるようになっちゃって、でも本当にお仕事してくださってる方にもすごい失礼だったと思うし、でもそれを考えるキャパもその時はなかったので、さすがにやりすぎだったなって思いました。あとはちょっとセンシティブなお話になってしまうんですけれども、そのダイエットをした後に、起きたこと3つ目が過食症と拒食症でした。で、これはどこからどこまでが過食症拒食症って話になるとすごくディープになってしまうんですけれども、本当に簡単に言うと、私は拒食症みたいになっちゃった時はクッキー1枚持って食べれなくて泣いてました。これを食べたら太る、これを食べたら脂肪が増えちゃうってずっと頭の中で繰り返して、それでとうとう食べれなくなってしまって大号泣。母に病院行くって相談されるくらい精神的に追い込まれてました。もちろん体的にもその時はだいたい42キロとかでカリッカリの時期だったので、もうあの経験は二度としたくないなって思ってます。で、逆に過食症ってなると、拒食の状態が終わった後に食べていいんだみたいな、この世の中にあるもの全部食べていいんだって気持ちになっちゃって、コンビニのお菓子が大好きになっちゃったんですね。なのでもう家になくても歩いて買いに行って食べるとか、それが例えば週に1回とかだったらいいんですけど、もうほぼ毎日みたいな感じになっちゃってたり、私はこれを食べていいんだっていう証明をしたいみたいな感覚で、本当にお腹が空いてるとか
このお菓子が今食べたいっていう意味で食べてたわけじゃなくて、私はこれを自分に食べてもいいって許可してるんだっていうのを証明するために食べていた気がします。なので食べることだけを毎日24時間考えているみたいな状態でした。過度なダイエットは精神面でもそういうトラブルを引き起こすきっかけになるなって思いました。そして最後がですね、過敏性腸症候群になってしまいました。私ダイエットをしてる途中からすごく電車の中とかで具合が悪くなるようになったんですね。で、お仕事行く時とかどっかに行く時に電車に乗っていると気持ち悪くなって途中下車してトイレに駆け込むっていうのが何回もあったんですね。でもそれを毎日繰り返してて、なんでこんなことになっているんだろうって思って腸の検査をしてもらったんですね。そしたら過敏性腸症候群ですっていう風に言われて、最近過敏性腸症候群の人ってすごく増えているので、世の中の合品とかが増えてきたっていうのも絶対あると思うんですけど、私は結構不規則な食生活だったりとか、それこそ過食と拒食とかを繰り返していたので、絶対に腸の環境は良くなかったと思うし、胃にも負担がかかってたから、すごく体にハードなことをしていたんだなって思いました。何かアレルギーがあるんじゃないかって思って、遅延性のアレルギーの検査とかも結構したんですけど、でもダイエットをやめて普通の食事に戻してからそういうのがなくなっていったから、もちろん遅延性のアレルギーとかも関係してると思うんですけど、体にハードなことをしているとどこかで絶対出てくるなっていう風には、思います。そして次にですね、これからダイエットを始める人に伝えたい、今だから言えるやらなければよかったダイエット法についてお話ししたいと思います。私結構ダイエットいろいろやってきて、いろんな本を読んだりいろんな動画も見たり、ダイエットの情報に関しては結構一番詳しいかなって思うので、ぜひ皆さん参考にしてくだされば嬉しいです。もちろん私の実体験も踏まえて皆様にお伝えします。まずは1個目、カロリー計算です。ダイエットってどうやって痩せていくかって簡単に説明すると、摂取カロリーが消費カロリーを上回った時に体重が増えて、逆は痩せていくっていうロジックになっているんですね。結局カロリーを抑えないと痩せることはできないので、カロリー計算自体は間違ってないと思うけど、完璧にやりすぎないことが本当に大切だなって思います。私はもう一口食べたものも全部計算してたので、例えば友達とご飯行った時に一口食べるっていうのも受け取れなかったんですよね。これカロリー計算できないからみたいな。今思うとすごい世界線だなって感じなんですけど、でそのカロリー計算っていうのは本当に大体でいいと思います。もしやるなら。あとは私はご飯とか結構測ってたり、野菜測ってたり、油の量測ってたり、何グラムってやってたんですけど、そうするとね、絶対に苦しくなるので、もう目分量で大丈夫。大体これくらいだなって最初に測って、ご飯 150g ってこれくらいだなって分かったら、それをやっていけばいいだけで、なんか毎回測る必要はないかなって思います。心が苦しくなるくらいだったらやらない方がいいと思います。カロリー計算をやってすごい良かったなって思うのは、何がカロリーが高くて何が低いかっていうのが分かるから、なんとなく調整ができやすくなるっていうのはすごく良かったなって思います。あとは絶対に基礎代謝を下回らないこと、カロリー計算をするときに。私は本当に痩せたいときに1日900カロリーとかに抑えてたんですけど、本当に絶対におすすめしません。絶対に続けてるとどっかしらで体の不調も起きるし、栄養失調とかもういろんなトラブルが絶対出てくるので、基礎代謝を下回るようなカロリー摂取にはしないでください。今だから言えるやらなければよかったダイエット法2つ目は、縄跳び、ランニングです。私結構縄跳びとかランニングって脂肪がすごく落ちるじゃないですか。だからそれで結構毎朝縄跳びとかやってたんですけど、本当に胸なくなりますから皆さん私はもう本当にね、やらなければよかったってすごい後悔してます。なんか脂肪って落ちるところは落ちてほしいけど、落ちてほしくないところもあるじゃないですか。私はもう一回ダイエット始めるとしたら縄跳びは絶対やらないって決めてます。これがもし縄跳びが好きな人だったらすごくいいんですけど、私は自分が好きじゃないのに無理やりやってたので、心も気持ちよくないし、体にも負担がかかっていたから、もうやらないなって思ってます。私はダイエットにおける運動で一番大事なのは自分が楽しめることだと思うんですね。自分が楽しめたり、終わった後にスッキリしているものが自分に合うものだと思うので、ぜひそういう運動を自分で見つけてみてください。私は本当にいろいろやったんですけど、YouTube で動画見て筋トレしたりとか、ヒーッとしたりとか、いろいろやったんですけど、私は結局一番好きなのはピラティスでした。マシンで通ってる
る時もあったんですけど、今は留学中なのでお家で毎日ピラティスをしています。終わった後に心も体もストレスが解消されているものが自分に合っていると思うので、ウォーキングが好きな方はウォーキングでもいいし、ただ私のおすすめは筋肉が増える無酸素運動と脂肪を落とす有酸素運動の2つを持っているとすごく効率がいいかなって思います。例えば筋トレとウォーキングとかピラティスとランニングとか、そういう感じで無酸素運動と有酸素運動を組み合わせるとすごく綺麗な体になりやすいかなって思います。有酸素運動だけだとどうしても筋肉が落ちちゃって体重は軽いのにペラペラヒョロヒョロな体になってしまうので、しっかり筋肉をつけることも大切です。今だから言えるやらなければよかったダイエット法3つ目は0-100思考です。これ耳が痛い方も多いんじゃないでしょうか。私もめちゃくちゃ耳が痛いんですけれども、お家でめちゃくちゃ制限して外で爆食っていうのを私は本当にずっと繰り返していました。もう外では食べたいもの全部食べる、お腹がはち切れそうになるっていうのを繰り返して、家では豆腐とか春雨とか、春雨も美味しいんですけど春雨だけとかね、それってある意味カロリー調整としてはうまくいってたんですけど、胃の負担とか腸の負担が本当に大きかったので、外食で爆食するくらいだったらちょっといいものを少量いただく、気持ちよくいただくっていう方が体の負担にもならないし、私は腹15分目ぐらいまで結構食べてて具合悪くなりながら帰るとかあったので、痩せる痩せないも大事だけど体の状態っていうのはすごく気をつけた方がいいかなって思います。今だから言えるやらなければよかったダイエット法4つ目はダイエット法をコロコロ変えるです。ダイエット法って本当にいろいろあるじゃないですか。一昔前だったらリンゴダイエットとかさつまいもダイエットとか脂質制限、糖質制限っていろんなものがあると思うんですけど、結局どのダイエットも結果が出るまでに1ヶ月以上かかるんですね。めっちゃ簡単に言うと1キロの体重が減るのって7200カロリーの消費が必要なんですね。なので7200カロリーって結構大きいじゃないですか、量として。1日に7200カロリー食べれないし、で1日で減らすこともできないんですよ。なのでどんなダイエット法でも最低1ヶ月以上は絶対に結果が出るまで時間がかかると思ってください。なのでその途中でダイエット法を変えちゃうと結果が出る前に分からなくなってしまう。逆に考えたら1ヶ月以上続けられるダイエットをすれば問題ないんですね。リンゴダイエットとかなんか1日3食リンゴだけみたいなダイエット法あったと思うんですけど、1ヶ月絶対続けられないじゃないですか。なんかそういうのをやって1週間だけやってコロって変えるよりも毎日続けられるダイエット習慣を取り入れるのが一番結果が見えると思います。何事もコツコツ地道にコツコツやれた人に結果はついてくると思います。なので1日のダイエットのハードルを上げすぎずに毎日できることを毎日できることを淡々とやっていくのがダイエット成功のコツかなって思います。今だから言えるやらなければよかったダイエット法5つ目はカロリーを見て食べるものを決めるです。私はすごくこれトラウマがあるんですけど、例えば仕事終わりに夜ご飯を買うからコンビニとかに行くときに全部ラベルをチェックして、これは何キロカロリー、これはタンパク質何グラムっていうのを全部見てから買い物をしてたんですよ。それがトラウマですね。だいたいわかるじゃないですか。揚げ物はカロリーが高いとか、それくらいのカロリーの把握はいいと思うんですけど、全部ラベルを見てやると自分が何を食べたいのか分かんなくなっちゃうし、私は本当にあれはやんない方が良かったなって思います。今日すごいいっぱい食べちゃったから夜はスープとかサラダとか、あとちょっとパンとかお米食べて調整しようぐらいのカロリーの感覚は OK だと思うけど、あと今日300カロリーしか取れない、300カロリーのものはなんだみたいな感じで探すと、食べることが楽しみではなく義務になってしまうっていうこともあるので、本当にそれはあんまりおすすめしないです。だって私はすごい本当にこれやらなければよかったなって思ったんですけど、友達との外食先とかもお店のホームページで先にメニューを見てカロリーを見てから食べるものを決めてました。もうなんでそんなことするの、かわいそうに。もうその時の私をかわいそうによしよしってしてあげたいんですけど、今食べたいものを本当に体に効くのってすごく大事だなって思ってて、例えば今日はなんかすごくお寿司が食べたいみたいな時あるじゃないですか。そういう時ってだいたい体に塩分が不足してるとか、体にミネラルが不足してるとか、体からのサインって本当はすごく意味があると思うんですね。体からのサインを無視しちゃうようなカロリーの計算の仕方はあんまり良くないかなって思います。ヘルシーっていう考え方はすごくいいと思うけど、カロリーが低いからっていう理由で何かを食べるのはあんまり良くないかなって私は経験して思いました。ぶっちゃけカロリーが低いからっていう理由で食べていいってなったら何でも食べれちゃうんですよ。ファストフードとかもこの商品だったら何カロリーだからいけるみたいな感じになると、やっぱり
腸内環境が荒れてきたりとか、カロリー以外のところでいろんな弊害が出てくるので、カロリーよりもヘルシーを意識するのがいいかなって思います。最低体重の時は本当に苦しかったし、いろんな食べ物に対する束縛とかもあったので、あそこには戻りたくないなって思ってます。でも頑張ったし、やったからこそ分かることもたくさんあるし、それを皆さんに共有して、皆さんが私のちょっと悲しかったとか苦しかった出来事が皆さんに繰り返さないように、こういう情報を提供できたらいいなって思ってます。夏に向けて体引き締めたい方もたくさんいると思うんですけど、ダイエットは人生を楽しくするためにするものであって、自分を苦しめるためにするものではないので、楽しく長くコツコツと続けていきましょう。私も絶賛お野菜いっぱい食べて、タンパク質いっぱいとってボディメイク中ですので、一緒に頑張っていきましょう。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。